皆様こんにちは。ロンドンハーモニーライフにお越しくださりありがとうございます。ここ最近のロンドンは寒さも和らいできて、街では桜も見ることができるようになりました。今日はこの後、今年初めての飲みの市の様子を初めてのアフレコナレーション付きでお届けします。まだまだ未熟ですが、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。ただいま朝の7時40分。今日は今年初めての飲みの市に向かっています。過去動画でもお話ししましたが、私は目の病気で1月の頭と2月の末に手術を受けました。そしてこの飲みの市は2つの手術のちょうど真ん中、2月の頭にあったので、スケジュールも良くて行くことができました。そして今は回復して動画が作れるまで元気になりました。その説は温かいお見舞いのお言葉をありがとうございました。今日の飲みの市はたびたび過去動画でも出している西ロンドンのチジックで行われたカーブーツセールになります。今回素敵な出会いがあり、充実したお買い物ができました。そんなお宝探しの様子をぜひ一緒にお楽しみいただけたら嬉しいです。でこの3つのボールがめちゃめちゃ可愛くて、店主さんにこれめちゃめちゃso pretty so pretty って言ってきたら、店主さんもそうだよねそうだよねこれいいのよって言って、ちょっとお話が盛り上がったのでした。お値段は3つで40ポンド、ちょっと予算オーバーなので一旦考えようと、お店を離れたのですが、やっぱりこんな可愛いのは見たことないし、ボールも欲しかったので秒でお店に戻りました。そしてこの後の出来事は購入品紹介でお話しします。このお店はミッドセンチュリーのヴィンテージが結構あって、この白地に青のアクセントのお一人様用ポットも結構可愛くて、昭和レトロのような感じで気になりました。他にもこんな可愛いデザインの粉ふるいがありました。粉ふるいは持ってないのですが、ちょっとヴィンテージのもので粉ふるいってどうかなと思って見るだけにしました。最近白と青のお皿にすごく惹かれるようになって、これは英国の伝統的なチューダーハウスが書かれたものと思いきや、フランスのお皿でした。そして8ユーロとなっています。こういう半端ものの箱は大好きなんですが、これはソーサーですね。ただひびや欠けは結構入っているものなので、この辺は状態をしっかり見た方がいいと思いました。この日は小雨でちょっと寒かったんですが、家具も出てまして、こんな癖の強い感じの家具もありました。ここは1ポンドのテーブルで、私庶民にはとても嬉しいテーブルでした。この鶏さんのポットも結構可愛かったです。そして後ろの方に白と青の小さな深皿があって、ちょっと気になったんですが、やっぱり1ポンドだけあって賭けが目立ってました。これは飲みの市でよく見かけるミーキンのブルーノーディックというお皿でした。飲みの市って本当にお気楽で、この地面に直接ビニールシートを引いて物が置かれている。
前のお宅では不用品だったかもしれませんが、新しいお宅ではお宝としてもらわれていくかもしれません。そんなイギリスのリサイクル文化が好きです。使えるものは新品じゃなくてもいいので、私は飲みの市を暮らしに取り入れています。編集しながら気づいたんですが、私白と青のものばっかり触ってますね。なんかこう惹かれるんですよね。私このコーヒーミル見た瞬間、もう自分の好みにドンピシャでうわーって一目惚れしたんですが、でも錆びがひどくて、あと塗装もところどころ剥がれていて、ちょっと気になるレベルでした。でも値段を聞いてちょっとびっくりして買っちゃいました。いやー、4ポンドありえない金額でした。ヴィンテージだからこのまま使うのもありかなと思うんですが、やっぱり家に帰って解体して錆も取って塗装もし直して改めて使いたいなと思いました。なのでそのメンテナンスをしている様子も後の方で動画に上げましたので、見ていただけたら嬉しいです。このお花のプレートはロイヤルアルバートが出している Britain's Wild Flowers というシリーズで、一つ一つデザインが違ってて結構可愛いなと思いました。壁にこれをかけたらすごい映えるんだろうなって思います。雰囲気変わってイギリスのサッカーチームのプレートが並んでました。私のチャンネルの男性視聴者さんなんかにいいのかななんて思いました。イギリスの代表的なブランドの食器がある中で、私はこの和風のベルがなぜか気になり、ちょっと鳴らしてみたりしました。なんか洋風の中に和風のものがポツンってあると本当に目立つんですよね。この無造作に置かれたカトラリーの中からまた白と青のものを選んでます。でこれ分かりにくいんですけど、ステンレスジャパンって書いてあるんですよ。こんなカトラリーに日本のステンレスが使われているということで嬉しくなりました。小さな動物とかのフィギュアが見えてきました。私はこういうのを見ると YouTube チャンネルのポカポカお庭日記さんを思い出してしまうんですが、なんかお庭にあるとすごく可愛いですよね。でこの大量のミッキーちゃんちょっと笑えるんですけど、この人たちはどこから来てどこへ行くんだろうみたいな妄想をかき立てられてしまいました。でもお庭に大量のミッキーちゃんが並んでたらきっと可愛いのかなと思いました。だいたい一通り見終わったので、そしてちょっとお腹が空いたのでカフェにやってきました。ロンドンの日曜日の朝は本当にどこも閉まってて、スーパーでもお昼の12時に開くんですね。でこのコスタコーヒーはたまたま今9時45分なんですけど開いていて、お一人様のカフェ時間を楽しみました。ここからは購入品紹介とメンテナンスの方をお楽しみください。飲みの市はプロの方のお店もあれば一般の方のお店もあります。これは一般の方が売っていたブレッドケース
で、私はブレッドケースを前から探していて、特にこの幅の狭いタイプで木のもの、ものすごく我が家のキッチンにぴったりだと思って買いました。で、これなんと一般の方なので2ポンドだったんですよ。本当に良心的な店主さんで感激しました。買った時はこのような無塗装の状態でした。このままでもいいかなと思ったのですが、汚れやシミ防止のために一度全部水洗いをして乾かした後にニスを塗りました。これは一度塗りだけしました。毎日使うキッチンにお気に入りが増えるというのはなんだかワクワクしますよね。大切に使おうと思います。はい、次はこの4ポンドのコーヒーミルです。でも今テッカテカになっちゃいました。これはニス塗りが楽しすぎてニス塗りすぎちゃって、もうヴィンテージでも何でもなくなっちゃったという状態です。で、こちらメンテナンスしてますが、とりあえず一度解体をして全部バラバラにしました。コーヒーミルって本当に小さなパーツでできてるんだなっていうのが分かりました。次はこのジェル状のサビを取る薬品ですごいどす黒いサビを取っていきます。30分ぐらい浸して、その後水で流して、あと金たわしでゴシゴシこすって、そしたら結構取れたと思いました。このビフォーアフターですね。で、これも結構取れたと思いませんか？で、次は木材の方ですね。一回サンドペーパーをかけてからちょっと裏に試しで塗ってみて、でニス塗りを全体にかけていきました。ただニスすごく楽しくて、本当は1回塗りぐらいでいいのかなと思ったんですけど、なんかすごいノリノリになっちゃって2回3回と塗ってしまいました。さすがの素人仕上がりですね。突然ですが、今回なぜナレーションをやろうと思ったかと言いますと、以前視聴者様からリクエストがあったのと、今回緑内障の手術でしばらくお休みさせていただいたのもあって、元気な声をお届けしたいなと思って挑戦させていただきました。でもやってみたら結構大変で、これをいつもやられている YouTuber の方って本当すごいなと思いました。あと英語でもやってっていうリクエストもありまして、これはキャパ声で難しいのですが、最後の最後で、英語のご挨拶をおまけで付け加えました。サビを取ったのですごく回転が良くなりました。そんな感じでこのヴィンテージのコーヒーミルがなんとテッカテカのヴィンテージでも何でもなくなっちゃったという、代物ですが、すごく気に入ってます。大切に使おうと思います。次はプライス&ケンジントンの小さなティーポットです。これはもともと気にはなってたんですが、このポット形がすごく綺麗で、なおかつ注いだ時の水切れもとてもいいんですね。で、あと蓋にちょっと茶渋ついてますけど、突起があるので注いだ時に蓋もずれ落ちない。で、さらにこの取っ
手がすっごい持ちやすいと、もう人間工学に基づいて作られているポットなんですね。このロゴもすごく可愛いんですよね。プライス&ケンジントンと書いてあります。本来ならたくさんのカラーバリエーションがあるんですが、この色がポツンと一般の方のお店に置かれていて、なんと1ポンドでした。もうこの良心的なもってけ泥棒感覚に本当に感動しました。そして今日のメインのお買い物であるこの3つのボールは1950年頃のヴィンテージのボールになります。これは老舗のお菓子メーカー、ブライダルケーキやクリスマスプディングを作っていたバザード LTD という会社が使っていたボールになります。ここにクリスマスプディングを入れて、高級デパートのハロッツや当時オックスフォードストリートにあったバザードのショップで売られていたそうです。飲みの市で店主さんがこういった歴史のお話をしてくださったので、ボールの魅力がさらに増しました。この一番小さなボールは食卓に出すのにすごくちょうどよくて、こんな感じで朝ごはんにサラダを入れて使ってます。ボールは3つともサイズが違っていて、これは真ん中のサイズ、少し紫がかった赤系のお花が描かれています。このサイズはお菓子作りにいいかなと思いました。最後にこちらは一番大きなボールで、黄色と青と緑が元気をくれそうな色合いです。このサイズはハンバーグのネタを混ぜたりなどお料理にとても活躍してくれてます。サイズの違うボールはこんな感じで重ねられるので、収納するときコンパクトになって気に入ってます。そしてネゴーショなのですが、朝市に行くと結構プロのバイヤーさんがいて、当たり前のようにネゴーショが行われています。私は店主さんにこのボールの歴史を聞いたり、かわいいかわいいと連呼して、でも3つで40ポンドは高いので一旦考えようとお店を離れたんですね。でもやっぱりかわいいからすぐまたお店に戻って、そしたら他の方がネゴーショをしていました。その時35ポンドまで下がっていましたが、その方買わなくて、やったーと思いました。なのでダメ元でもうちょっと安くしてくださいと明るく言ってみたところ、もう30ポンドでいいわということでした。本当にラッキーなタイミングで、私はネゴシエートも上手ではないのですが、店主さんとコミュニケーションをたくさん取るのは大切だなと思いました。そしてブレッドケースとボールの置き場をここに作りました。今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。初めてのアフレコでしたが、いかがでしたでしょうか。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひ高評価やコメントで教えてください。チャンネル登録もお待ちしています。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。Thank you for watching to the end. If you like my video, please like, comment, and subscribe to my channel. I look forward to seeing you all in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.